皆さんこんにちは、みゆさんです。今回は知っておくだけで戦略が変わるショップのブラックリストについての最新解説動画です。ブラックリストの仕様を知ると立ち回りも変わってくるので、ぜひ最後までご覧ください。オートチェスのブラックリストについて説明します。オートチェスのコマショップにはブラックリストという仕様があります。条件を満たすとバン対象になり、ショップに並ばなくなることです。使用内容としては、星3になるとバン、6ラウンド以降買わなかったコマは3回更新分バン、プール上限に達するとバンというものです。まずは盤面に出てるコマが星3になるとバンです。盤面に出ているコマが星3になるとバンになります。星3のコマが盤面にいるとショップにはもう同じコマが並びません。なのでインセクトとか太鼓をやってる時など、星3にしたけど同じ種類のコマが欲しい時は星3のコマを一旦ベンチに戻してから回すということが必要です。また星3になる前にベンチに置いてガチャをしている人もいますが、ベンチに戻したからといってショップのコマの排出率は変わりません。操作量を減らすためにも、普通にコマを重ねたいだけのロールの時は盤面に出しっぱなしにしましょう。6ラウンドからのショップは買わなかったコマ3回更新分バンになるという仕様があります。バン対象は買わなかったコマ1更新分というのは、ラウンドが変わってショップが自動で変わることや、メカニック心臓やゴールドを消費してロールすることになります。つまり3回更新分というのは、先ほど話したラウンドが変わって自動でショップが変わること、ガチャをすることを3回繰り返すことです。この仕様を利用した戦略があります。例えばまた来てほしいコマが来てる場合は、買ってから売ればまたショップに並ぶかもということです。コマやシナジーのリーチがあった場合に、今は利子の関係で持っておくのは厳しいけど、後でまた来てほしいっていう時は、こういった買ってから売るということをすれば、またコマが来るという確率を上げることができます。ここからは上級者向けの理論です。先ほど紹介したように、また来てほしいコマを1回買ってから売るという戦略もありますが、逆に欲しいコマ以外取らないという戦略があります。極端な話、例えば4ゴールドコマしか排出されないプールがあったとすれば、今回例題として終焉の審判者を重ねたい時、1度目が一番左のショップ、このショップで終焉の審判者だけを購入した場合、4ゴールドコマは何も拡張していない場合は標準コマ13種類あるので、買わなかった4種類は次バンになります。なので次は終焉を含む9種類の中からショップにランダムで並びます。次のショップでも4種類並んだ場合は、ここでまた何も取らなければ、次は残りの5種類の中から終焉以外の4種が並んだとすると、ここでも何も取らなかった場合、次は1種類の中からショップに並ぶので、確定で終焉が5体並ぶというように、ショップのコマを全部買った時と比べると、欲しいコマだけ取り続けた方が欲しいコマが来やすくなるという戦略です。実際の試合では1ゴールドから5ゴールドコマがプレイヤーレベルに応じて排出されるので、こんなに種類が減ることはないんですけども、リーチでショップに並んだからといって何でもかんでも買ってばかりいると、ショップでバンされるコマが少なくなり、最終構成で欲しいコマ、今欲しいコマが来る確率が落ちてしまうということで、さらに応用編です。最近はチェスプールというゲームシステムに変わったので、拡張コマと標準コマのプールがあります。今回は拡張コマ嵐のシャーマンを追加しているプールにして、この嵐のシャーマンを重ねたいという場合は、同じように1回目のショップで嵐のシャーマンを買って、この4種のコマを買わなかった場合、次のショップではこの4種以外の10種類の中からショップに並びます。この10種類の中から嵐のシャーマン以外の5種類が並んだ場合、次は5種類の中からランダムで並びます。この時にも嵐のシャーマンが並ばずに4種類の中からショップに並んだ場合は、次のショップでは嵐のシャーマンしか並ばないというようなことができます。これは例題なので、先ほどと同様に1ゴールドから5ゴールドのコマの中でランダムには並ぶんですが、拡張コマであっても同じような仕様で考えることができます。でも拡張コマって何種類かあると思うので、拡張コマを嵐のシャーマン以外に海賊王を出しているっていう場合は、このような表になり、同じように嵐のシャーマン以外を買わないで居続けた場合、最後の4回目のショップでは嵐のシャーマンと海賊王が並ぶということになりますが、この4回目のショップでは変な話、4回目のショップで嵐は並ばずに海賊王だけ5体並んでし
しまうというパターンもあります。このことから拡張コマを拡張するタイミングは必要なコマだけを拡張するのがおすすめだし、拡張したコマもシナジー要因で1コマだけでいい、星3は目指さないから星2になればもういらない拡張コマがあれば、拡張しなくて良くなったタイミングですぐ外すのがおすすめだと言えます。拡張コマを含むゲームシステムについては以前動画で説明しているので、よかったらそちらもご参照ください。ちょっとここまで難しい話が続いたので、要約すると重ねたいコマ以外は取らない方がいいという考え方だけ理解できれば OK です。オートテスのショップにはコマプールというものがあります。このコマプールからランダムに5コマ選ばれたものが実際のショップに並んでいます。コマプールとは1試合の中で排出される各コマの上限値です。コマプールの上限値は現在標準コマのプールはこちらの画像のようになっていて、この数より多くは排出されません。つまり自分と他のプレイヤーが終焉の審判者を合計で10体持っていればもうショップには並ばないということです。どれくらい排出されてるかは左から右にスワイプして見れる対戦資料で数えて確認します。プール上限値まで生存者が駒を所有しているともう出てきませんが、誰かが敗北した時脱落者が持っていた駒はプールに戻ります。なので自分が欲しい駒を他の人が集め切ってしまっている時は無駄にロールをせずに欲しい駒を持っている人が敗北してからガチャをするという立ち回りもあります。また現在拡張コマは各プレイヤーごとが持つプールになるので、拡張コマのプール数についても検証してきました。こちらの表のようになっていて、3ゴールドコマを星3にしたり同じ拡張コマを複数体入れたりした一構成は特に認識しておいた方がいいと思いました。またこちらにも書いてありますが、不思議な卵でのランクアップはプールには影響しません。不思議な卵の排出数は無限にあります。またパンダマンと金のメカニックの心臓で得られる5ゴールドコマは上記のプールとは異なる存在になるのでご注意ください。今回は最新版のブラックリストについての動画でした。今回話したことで重要なことをまとめると、不要なコマは取らない方が良いということと、よくある構成のエースの標準コマのプール上限はなるべく覚えた方がいいということです。拡張コマのプールについてはまだ不明なことも多いので、新しい情報が分かればまたシェアしていきたいと思います。毎週土曜日にオートテスの大会オトチ杯を開催しています。初めて参加の方もぜひエントリーをお待ちしております。詳しくは動画の概要欄からチェックしてみてください。チャンネル登録をすると乳酸のやる気モチベが上がるので登録してほしいのだ。それといいねとコメントとで要求が多すぎるのだ。次回の動画もお楽しみに。